今回は、ゴールデンウィークにおすすめの函館のグルメと観光スポットを巡っていきます。まず、はじめに紹介するのは、函館朝市です。函館朝市では、様々なお土産を販売しているほか、新鮮な海鮮丼を味わうこともできます。このように、迫力あふれる毛ガニも販売しています。次に、ベイエリアに向かっていきたいと思います。ベイエリアに向かう途中、ラビスタ函館ベイが見えてきました。なお、東京都豊洲にある、ラビスタ東京ベイは、こちらのホテルの料理を東京で堪能することができるようになっております。ベイエリアには、このように、コメダコーヒー店もあります。赤レンガ倉庫を抜けて、焼き鳥、弁当でおなじみのあそこに向かいます。こちらは、焼き鳥、弁当で有名な長谷川ストアです。オーダーは、このように注文用紙に書くことになっています。いい匂いがしていますね。それでは、10時台に到着したので、これから実食していきたいと思います。それでは、いただきます。こちらの肉は、通常のものとは異なっており、豚肉を使用しています。香ばしいタレと調和して、旨味。ごちそうさまでした。なお、ゴミはきちんと公共のゴミ箱に捨てましょう。それでは、次は旧函館公会堂へ向かいます。このように、函館西部地区は、レトロな街並みが広がっています。こちらは、有名な、八幡坂からの景色です。ようやく、旧函館公会堂に到着しました。なお、入場料は大人300円です。公会堂内では、映像で歴史を紹介していたり、当時のレトロな光景を展示物で堪能できるようになっています。公会堂2階には、なぜかアニメ、ラブライブ、サンシャインのスタンプが設置されていました。2階からは、天気が良ければ、このように函館市内を一望することができます。他にも、公会堂内には、コスプレできるスタジオなどもあります。それでは、今回2回目の飲食スポットのカールレーモンに到着しました。カ
ルレーモンは、主にハムなどを販売していますが、隣にファストフードがあり、ハンバーガーやホットドッグなどを食べることができるようになっています。それでは、これからこちらを実食していきます。こちらのハンバーガーは、タルタルソースとハムカツが調和して、旨味。カールレーモンでは、ポテト類は、このようにドイツ風になっていました。これも、ビールに合いますので、おすすめします。そして、桜の名所としても有名な函館公園に到着しました。函館公園にはミニ遊園地もあったりしますが、ついにフリーパスを導入したようで、今後も何かと進化するのかもしれないのかと思いました。ミニ新幹線は、東京から函館を結ぶ新幹線の形でした。なお、他にもこのようにミニ動物園もあります。このような、インスタ映えする帽子があったりします。桜が開花すれば、このように屋台なども出店し、最も賑わうようになります。このように、本州から約1ヶ月遅れて桜が咲く、ゴールデンウィークに函館へ行ってみてはいかがでしょうか。